東京トゥー高尾と題して東京駅から高尾山まで約90キロの道のりを歩いています。前編では街や公園、川沿いを歩きながら2日間かけて八王子までやってきました。そして3日目、八王子の街を抜けいよいよ高尾山を目指します。こんにちは、佐渡原です。最終日は八王子からスタート。まだしばらくは街の中を歩いていきますが、少しずつ建物が減って緑が増えてきました。3日目歩き出し、今八王子から歩いてて七国峠入って、そこから八方台まで行って、でその後は一旦高尾山口まで降りて、高尾山登って、とりあえず終わりっていう予定ではあります。はい、歩いてきます。今日は天気晴れのち曇りで、場所によってはちょっと雨降る可能性もあるみたいですね。でも、昨日とかと違ってちゃんと今日は山に入ってくんで、そんなに暑くなくて逆に良かったかなって思ったりしてます。片倉、まずは片倉経由か。この辺りは僕の親友の地元なんで、こういうとこに住んでたのかと思いを馳せながら歩いてます。片倉城跡公園に来ました。駅からほど近い場所にあるんですが、中に入ると一気に雰囲気が変わって、まるで山に来たかのような、そんな感覚があります。八王子南の付近着きました。今相原の近くですね。ここから七国峠まで山に入ってきます。暑いな。時刻は9時半ぐらいかな。だいたい10時くらい。そしてここから七国のトレイルへ。ここまではほとんど舗装路を歩いてきましたが、ようやくトレイルに入ります。はい、トレイルに来ました。草が生い茂ってて、ショーツで来たのは間違いだったのかどうなのか。あんまりショーツで山行かないかもな俺。これはすごいな。よいしょよいしょ。この道大丈夫か。うっそうとした山の中。草が多くてオールウェザーパンツを履いてしまいました。撮影用の、三脚のポール、これをこう振り回してクモの巣を回避しながら歩いてます。僕虫除けを持ってないですね。虫除け持ってないんだ俺。そういえば普通に家にも持ってないわ。虫除けは必要だなコンビニに売ってたらちょっと買いたいですね。後で大変だった。今あんまりこう多分人通りの多くないトレイルなので、結構ねクモの巣も張ってたりとか倒木もあったりしてって感じでしたね。道に出ましたね。ここから七国峠、七国山行ってって感じですね。でその後もまた一旦道に出ると思うんで、その時にコンビニ虫除けとか売ってたら
いいんだけどな。今日のクマ対策、クマ鈴とベアスプレー、この間のよりちょっとちゃんとしてるやつ、ちょっと周りが心配するっていうのもあって、ちょっとちゃんと持ってきました。はい。山に入り、また町に戻る。今回はそんな風に町と自然を何度も行き来しながら進んでいきます。七国峠から降りてきました。これからね、近くにアイスクリーム屋さんがあるってことなんで、ちょっと行ってみたいと思います。ミルクと紅茶にしました。めっちゃ大きい。これで550円。めっちゃ大きいな。はい、ジェラート食べてきました。めっちゃ美味しかったですこの後はちょっとしたトレイルに入って町田街道の方に抜けていく感じですね。結構撮影とかアイスとかで遅れてるんで、ちょっと急ぎ気味で行かないとな。あっち時間はあれだけどご飯も食べてるしな。チョコクッキーみたいな行動食は本当に最低限持ってるけど、ここは法政大学と、ゴルフ場とかそういった敷地に挟まれてる秘密のトレイルなんですよね。間を縫うようにして存在する。ちょうどいい道だ。右側がゴルフ場で左が法政大の敷地なんです。気持ちいい道が続きます。法政大学のジョギングコースとぶつかってるみたいですね。こっちは法政大だから行かない方がよくて、気持ちいいな。東京駅から始まってもう高尾に近づいてますよ。振り返ってどうだったかというとね、そうですね、なんか俯瞰してコースをね
思い起こしてみると、大都市と今いるここが地続きなのはね、頭では理解できるんですけど頭では理解できてもね、本当にあれは地続きなのかっていう距離ってすごいですよね。1日目2日目3日目の街の様相がねそれぞれ違うんで、一区切りずつでね頭が処理しちゃってるのかも。1日目は本当にもうトレイルの要素なんてみじんもなかったしな、街歩きみたいなのもねあんまりしないんでね楽しかったけど、3日目はもう結構ちゃんと里山歩きで普段の山にどんどん近づいてるって感じですね。面白い経験として良かったな。でもこのコースで良かったな、やっぱ東京駅から高尾山っていうのは分かりやすいしね、こうやってまだ終わってないですけどね、振り返ってね見るとやっぱり京都一周トレイルこの前行ってきたんですけど、そういうロングトレイルのコースっていうのはねすごくね恵まれてるというか、すごく考えられて設定されてるんだなっていうふうに思いますね。なんかそういうとちょっと人工的じゃないですけど、いいシナリオだなっていうふうに思います。なんかロングトレイルっていうのはやっぱり道の設定とかランドマークとかこういうのを通ったら楽しいんじゃないのかなっていうので、うまくいくとこで作られてるっていうのがあると思うんですよ。なんかねやっぱ作品性というか人の手が入ってるんで楽しませてくれるじゃないですか、思いっきり。だけど今回の東京駅から高尾山までみたいな、もちろんねいいところもたくさん通るんですけど、やっぱりなんか楽しいだけじゃなくて退屈なそういう道っていうのもねたくさんあって、ロングトレイルが映画だとすると今回の歩いた道はただの日常会話みたいなね、そういうイメージですね。だけど自分でねフリーで歩くっていうのはすごく楽しかったし、あんまり決めきらずに行こうっていうのでいたので、もう最悪もう3日間が4日間になってもいいなって思ってたし、なんか大変だったら別にやめちゃってもいいなっていうので、好きな場所を選んで人は歩けるので、なんかあんまり難しいことを考えすぎずに歩く行為っていうのをこれからも続けていけたらいいなっていう、そういうヒントになりましたね。僕は YouTube を始めたっていうのはあるんですけど、その始めたことによってすごく楽しい場所とかすごくね見応えのある場所行かなきゃいけないみたいな、そういう風には絶対したくないなっていう風に思ってるんで、なんかもう好きに生きたらいいかなって思ってます。この YouTube もそうですけど Instagram とかいろいろ見てると、どこどこの誰々が僕のチャンネルもそうですけど、こいつがこんなとこ行ってとかあんなとこ行ってみたいな、そういうのばっか見てたら、なんかもっと綺麗なとことか、虫入りだもっと綺麗なとことか、なんか険しい山にチャレンジとか、そういう風にしなきゃいけないのかなみたいな思わせてくるわけじゃないけど、なんか僕もやっぱりそうやって流れてくると、なんかつい比べてしまいそうになる自分がいるんですけど、全然自由に好きなところに行ったらいいんだなって思えたっていうことです。はいもちろん僕が UL ハイカーとして UL を実践してるけど、だからって本場のアメリカを目指さなくてもいいし、そういう感じですね。他の誰かが言ってるこうあるべきみたいなのを自分に当てはめる必要は全然ないなと思ってるんで、そういった中の延長ですごい長いロングトレイルとかいろんなとこ行くけど、僕はもうフリーで東京駅から高尾山まで歩いてみるっていうのをやってみた感じですね。で道中全然トレイルじゃないから普通に世田谷の街ずっと歩いてたシーンがあるんで、本質はやっぱ僕は歩いたり自然を見つけたりする中で自分が自由になれる瞬間っていうのを探したいっていうのがあるんで、その用途としては別にいつもの山じゃなくても今回のような街の中でもできるんじゃないのかなっていうのでやってみたっていう感じですね。
はい、降りてきました。ちょっとこの後ね、時間的にどうしようかなと思ってます。この後ね、権現平とか八方台の方をね経由して、登ってで高尾山口まで行こうかなと思ってたんですけど、そこはねもう2回ぐらい行ったことがあるので、ちょっと今回はカットして街で普通にご飯とか食べようかなってちょっと考えてます。あと普通に補給とかもしたいし、ちょっと考えてみます。はい、やっぱりね舗装路を歩いて高尾山口に向かおうと思います。その途中でちょっとねご飯とかも食べれたらいいなって思ってます。今日は行かなかったんですけど、八方台とか権現平、そっちの方もね、結構いいんで、僕が今日歩いた七国とかとつなげて歩いてみると結構楽しいと思います。カフェでチキンオーバーライス食べてきました。チキンがね柔らかくて美味しかったです。ここからは、高尾山口駅まで歩いて最後高尾山行こうと思います。ちょっと曇ってきましたね、予報通り。でも全然問題ない。今はだいたい3時ぐらいになっちゃいました。今アクテリクスの期間限定のショップに行ってきました。ちょっとねいろいろ教えていただいたんですけど、もうレンタルがね終わっちゃってるみたいな感じで、その当日分の数がもうレンタルされたら終わりみたいですね。ロードじゃなくて山で歩くんで、レンタルで帰ってきた靴とかはもう全部洗ってるみたいな感じらしいので、そういう感じになってると。またね今度、またすぐね高尾に来る予定があるんで、その時にちょっとね友達と一緒に行ってみようかなって感じですね。本当に朝早く、やっぱり高尾山行くんでね、みんな朝早くみんな来ていくから、それぐらいのもっと早い時間じゃないと数がなくなっちゃうよっていうことでした。高尾山口に到着しました。僕が行こうとしてたルートめちゃくちゃバリエーションルートだったんで、ちょっとやめときました。何の面白みもないですけど、1号路から登ろうかな。みんな帰ってますね。トレーニングだと思っていいスピードで登ってきました。この舗装路の塊山じゃないだろう。3時半駅に着きました。マジで疲れたな結構いいペースで来たかも。山頂まであと2キロ、もうすぐだ。ラストで自分のペースは守ろう。めっちゃ舗装路やん。
ここは高尾山の展望台。天気が良ければここから東京タワーが見えるそうです。今日はあいにくの天気で残念ながら見ることはできませんでした。しかし自分が歩き始めた場所がここから見えるかもしれない。そう思うとここまで歩いてきた距離を目で見て実感できるような気がしました。大室山、蛭ヶ岳丹沢、蛭ヶ岳丹沢山、めっちゃ見えるじゃん。蛭ヶ岳丹沢山、三の塔。高尾山着きました。疲れたね。別に嬉しいとかなんかそういう感じじゃないんですけど、高尾山なんで、ゆっくり帰りたいと思います。穴熊かな。なんか人間には見向きもしなかったな。高尾山人いっぱいいるから慣れてんのかな。はい、この100キロか分かんないけど90キロぐらい分かんないけど歩いて初めて動物に出会いました。はい、今日のシャツは大和道のバンブーシャツ。普段使いもできるんで気に入ってます。ウールじゃないんでね、匂いはそんな消臭とかはないけど比較的乾きやすいしシワになりにくいです。ショーツは途中で紹介してると思いますけどパランテのショーツです。でタンクトップは大和道のね、これも大和道の DF メッシュメリノかな。はい、よく見るとメッシュになってて、立体構造のメッシュになっててメリノなんですけどよく通気するので比較的乾きやすいベースレイヤーです。一応今回3日間ということで、ベースレイヤーはやっぱりメリノで匂いをね軽減するためにしてきました。運動量が増えるときは、立体的なメッシュで乾きやすく、どうしてもね汗びえとかはしちゃうんですけど、はい、というわけで東京駅から高尾山まで歩いてきました。この動画が良かったと
思ってくださる方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の歩みで。東京駅から高尾山まで約90キロ。遠くの山や知らない土地に行かなくてもいつもの街を歩き続けることで旅はできる。公園や川沿い、住宅地、峠道、点のように存在していた小さな自然が歩くことで一つの道としてつながっていきました。山と街は別々にあるのではなく、その間には少しずつ変化していく景色があります。東京でも旅はできる。今回歩いてみてそう感じました。